彼の名は中二君。世界へ進出する男だ。今回彼は台湾に向かっている。トップシークレットの計画だったので、台湾からの出待ちのファンが誰もいない。空港から MRT を使い台北市内へ向かう。この台湾の MRT は飲食が禁止となっているので、うっかり飲み物を飲んでしまったりすると罰金になってしまうから、みんな気をつけろ。台北市内に到着。空港で両替をしていないので、この時所持金0円だ。とても不安で落ち着かない。中国では寝そべり族がいると聞いているが、台湾では座り込み族がたくさんいるようだ。屋外は排気ガスを感じることも少なく、日本と似たような空気感だ。あらかじめ調べておいた ATM を探す。見つけた。初日は道場破りを行った。道場破りの様子は次回配信する。着替えを終えて街を散策。駅の周りではたくさんのホームレスが陣取っている。台湾でも格差社会が広がっているようだ。不思議に思うのは、ホームレスの大半は男だということだ。男はつらいよ。鉄オタたちが喜びそうな蒸気機関車が現れる。台湾ではこのような蒸気機関車は1970年代頃まで運行されていたようだ。中二君は鉄オタではないのであまり関心はないが、蒸気機関車は観光地としても人気があるようだ。日曜日なので夜市に向かう。キャッシュは持っているので恐れるものは何もない。ストリートフードの屋台が軒並み並び、ゲームやショッピングも楽しめる。そんな夜市も日曜日はピークらしく、人がとてつもなく多い。人間は選択肢が多くなれば多くなるほど決めることが難しくなってしまう。中二君もこの日の夜ご飯がなかなか決まらない。晩ご飯はこちらの屋台飯に決定。生姜と砂糖で煮つけた甘ったるいスープにイカの天ぷらのようなもの、こちらはビーフンのようなもの。価格は魅力的だったが、グルメの中二君には少し合わなかった。幸先悪いスタートだ。口直しにスムージーを飲むことにした。日本ではあまり馴染みのないフルーツもたくさん用意されている。
山芋ミルクがとても気になったが、安全牌を選んでパパイヤミルクをチョイス。台湾人の店員は皆塩対応で、ここの親父が唯一愛想が良かった。甘いものを想像していたが、果物の本来の味が強く、甘さはほとんどなかった。今回の台湾での最初の宿泊先は、こちらの雑居ビルの9階、ワークインホステルだ。どうやらライトをコンセプトにしているホステルのようだ。中二君はホステルで宿泊するのが人生で初めてだ。受付でホステルについて一通り説明を受けたが、英語が難しくほとんど聞き取れなかった。こうして見ず知らずの人間が同じ部屋で宿泊をする。不思議な経験だ。この日は若者の現地台湾人、中年の現地台湾人、南アジア人、中二君の4人であった。設備はウォーターサーバーもあり、洗濯機もある。もちろん Wi-Fi も無料だ。洗面所の奥にはシャワールームがいくつか用意されている。トイレも比較的きれいだ。髪はもちろん流せない。共有スペースにはアメニティが販売されており、隣にはキッチンルームがある。食材を買ってきてここで調理をするということか。南アジア人の独特の体臭と中年台湾人のスマホから漏れてくる騒音が少し気になったが、中二君も疲れていたせいかぐっすり寝れた。台湾にもコンビニ、ファミリーマートがあったので寄ってみる。台湾のコンビニでは特定の商品を複数購入すると割引が適用される。台湾といえば甘い飲み物なので早速購入。いつもは朝ごはんは食べないけれど、旅行の時だけは解禁。ちょうどいいお店を見つけたので買ってみる。小さな豚まんといったところか。皮全体も厚くとてもうまい。中身は小籠包の中身に近い。このドリンクも甘さがあり美味しく、2日目にして美味しいご飯に巡り会えた。台湾では英語は通じないが漢字が通じるのでそこまで困ることもない。台湾ではかつて1947年2月28日に事件が起こった。政府と市民との争いが起き、後にこの事件は228事件と名付けられた。政府は武力で鎮圧し、
多くの犠牲者が出た。この公園は犠牲者を追悼し、歴史を後世に伝え残すために整備されている。台湾の信号はカウントダウンスタイルだ。日本はなぜこのスタイルにしないのだろうか。しばらく歩いていると、とても大きな建物が現れる。台湾らしい独特の建物だ。この建物の高さはなんと30メートルにも及ぶ。この日は30度を超えているのでとても暑い。コンビニで買ったミルクティーと T シャツの色が見事にフュージョンしている。おかゆのレストランを発見。台湾に来たら食べてみたいと思っていたので入店。店内は民芸品が並び、客は誰もいない。幸いなことに英語メニューがあったので、キノコのおかゆを注文。ボリュームたっぷりだ。しかしこれがまた全然美味しくない。料理人の中二くんが自分で作った方が確実に美味しいおかゆになっただろう。ミルクティーで喉を潤して準備を整える。観光名所の一つ、中世記念堂へ向かう。ここは初代総統である蒋介石の検証施設である。建物の中ではたくさんの展示物があり、歴史を知ることができる。この車の車種は一体何なのだろうか。たくさんの蒋介石の銅像が設置されている。中庭では何か行われているようなので行ってみる。何やら儀式を行っているようだ。30度を超える中、金属のヘルメットをかぶっており、体調が心配になってしまう。これが台湾のブラック企業の現場か。こちらが有名な建物です。道中に市場を見つけたので寄り道してみる。調べによると2020年に老朽化のため改修が行われ、2022年に再オープンしている。立地も
台北市の中心に位置し、長い歴史を持つ市場のようだ。地元の食材や伝統的な料理を提供する多様な店舗があり、地元住民と観光客の両方に愛されているようだ。噂通りの活気ある市場だ。ここ南海アカデミーには歴史博物館、科学館、芸術館、植物園などがある。入場料も無料なので植物園に行ってみる。植物園は日本統治時代に養殖の研究が行われ、おおよそ1120種類の植物が栽培されていたようだ。その後、第二次世界大戦により枯渇してしまったが、戦後新たに整理され現代に至っているとのことだ。こうして緑に囲まれてみると、不思議と心が安らいでいくのがわかる。それにしても緑に囲まれているだけあって空気がとてもうまい。車が周りにいなくなるだけでここまでも空気が変わるものなのか。野生のリスが出現。リスは可能性は低いが狂犬病を持っている可能性があるとのことで警戒。鳥ショップを発見。生きたままの鶏が売られている。海外の文化はやはり面白い。これだけの鶏がいればいい朝の目覚めになるだろう。この近所には絶対に住みたくないと中二君は思った。鳥好きの者は熱狂し、鳥嫌いの者は発狂する。だからこそ鳥たちの世界はいつまでも人々の心を動かし続ける。小腹が空いたので何か買ってみる。このマダムは外国人観光客である中二君の拙い英語を聞き取り、愛想よく接客してくれた。シェイシェイマダム、せいぜい長生きしろ。
もっちりしたパン生地に中には具がたっぷり詰まっている。中にはニラ、米の麺、エビまで入っていた。このお寺は1738年に作られたという、とても歴史がある建造物だ。そのせいか観光地でもあるが、地元の人がガチで祈りに来る神聖な場所のようだ。滝の音が心地よい。ここは台北市内で最古の寺院であり、四大外国人観光地とされている。地震や火災によって何度か損傷したが、その度に再建・修理がなされ、現在に至る。皆熱心に祈りを捧げているが、一体何を願っているのだ。台湾の宗教はとても興味深く、仏教、道教、儒教が深く根付いており、またキリスト教やイスラム教も存在する多宗教信仰国家だ。こうした多宗教共存の国は世界的には珍しいようだ。綺麗な姉ちゃんの生足が見れて早速ご利益があった。寺院の外壁や内部には精巧な彫刻や華麗な装飾が施されており、ドラゴンや鳳凰などのモチーフも描かれ、寺院全体が芸術作品のような美しさを誇っている。上級者たちは祈り方まで違う。お香の煙に包まれて台湾の歴史と伝説を感じるなんて、ファンタジーの世界に紛れ込んだようだ。皆もこの神秘の聖地に足を踏み入れてみろ。台湾の警察署はとても豪華である。突然の夕立が降ってきた。台湾といえばかき氷が有名で、偶然かき氷屋を見つけたので入店。見本とは少しかけ離れているように思うが、味は良かった。宿泊先のホステルのチェックインに向かう。少し散策していると
日もすっかり落ちてきた。若者が多そうな街へやってきた。日本で例えるなら原宿や渋谷に近いと言える。雰囲気も非常に似ているものがある。そうか、台湾の若者たちはここで青春を過ごしているのか。これについてはコメントは差し控えておこう。屈強な男が作る料理には大変興味がそそられる。今夜はここでご飯を食べることにしよう。オイスターヌードルというものを注文。もう一品チャーハンも頼んでみた。このヌードルとチャーハンも今一つであった。3泊の予定で3泊とも同じ宿だと飽きてしまうと思ったので、最終日の夜だけ少しグレードを上げたこのカプセルホテルを予約した。宇宙がコンセプトになっているようで、とても面白い作りになっている。地下にあるせいか空気の換気も徹底されており、悪臭などは感じない。清潔感があり、清掃も隅々まで行き渡っている。やばい、カプセルホテルにはまりそうだ。トイレやシャワールームももちろん完備されている。そしてここは懸垂台とエアロバイクが設置されている。見つけたからには中二くんはもちろんすぐに筋トレ実行。キッチンルームもあって、電子レンジ、冷蔵庫、ウォーターサーバーすべて完備されている。コワーキングスペースで動画の編集を行う。明日に備えて寝る。寝心地は普通。クレヨンしんちゃんに迎えられてチェックアウト。早朝なので街には人があまりいない。See you 台湾。中二くんはこれからフィリピンへ向かう。だがその前にもう一つの楽しみがある。中二くんはこの旅のためにプライオリティパスを取得している。
プライオリティパスを持っていればラウンジを無料で利用できる。ゆっくりできるのはもちろんのこと、軽食までついている。さらにこうした台湾ヌードルはオーダーするとその場で作ってくれる。ありがとう台湾、とても楽しかった。また会おう、翔くん。